こんにちは。こんにちは。スイートハートジュニアのレンです。シュートです。今回はですね、はい。今年も半年が過ぎたということで、早いな。早い。もう半年経ったんやな。ということで、はい。上半期のはい。僕たちの購入品紹介をなんか思い出を話しながらゆったりしていきたいと思います。イエーイ。ゆるい動画やな。ゆるい動画ということで。ゆるく紹介していきましょう。ということで、とりあえずお客さんからもらったビールとレッドブルで、とりあえず乾杯しましょう。乾杯しましょうか。皆さんもお酒、コーラを片手に乾杯。見てください。ああ、うまい。しみるな。しみるな。じゃあ早速いきますか。早速紹介していきます。動画としては1時間ぐらいかの動画にしようと思ってます。交互に紹介していく。そうやな。僕はとりあえず10点ぐらい、10点ないかあるかぐらい持ってきました。他にも買ったもんはあるかもしれんけど、まあそ一応その中でも選んで持ってきました。俺も10点ちょいぐらいかな。これとパンツとよいしょ。じゃあありますね。じゃんけんでいいよ。先攻後攻決める。OK。最初はグーじゃんけんほい。じゃあ僕から先攻。何から紹介しようかな。悩むな。時系列順とかでもいいで。覚えてないな。覚えてるっちゃ覚えてるけど覚えてないような気がするから、まずはヴィンテージのスウェットからいこうかな。おー、定番ね。これは多分60年代ぐらいのヴィンテージスウェット、でかいサイズなんですけど、でかいな。でかいですよね。そしてめっちゃ綺麗やな。状態がむちゃくちゃ良くてな。これが1点目。これはどこで買ったやつですか？これは覚えてる？マノアさん。そうそう。マノアさんに撮影行かせてもらった時に、それこそ広島ポップアップか。2月かあれは。あれいつやったっけな。多分3月にアメリカ買い付け行く直前でやってるから、2月のあ、そっか。なんか後半ぐらいじゃなかったかな。そっか。多分。それこそポップアップして、その翌日ぐらいにリードさんとかマノアさんとかを撮影させてもらった時に買った一着ですね。いいスウェットやなこれ。着てみたいんやけどちょっと着てたら大変なんで、こんな感じということで合わせる感じで。これ良かったな。いいな。なんかスウェットをさ、なんか大人っぽく着たいみたいな感じで探してて出会った一着じゃなかった？そうやな。なんか状態いいやつ欲しかった。まあずっと欲しいんやけど、スウェットはあれば買ってるって感じよな。そうやな。よかったな、これは。いい一着ですね。じゃあどうぞ。こんな感じでいいんかな。こんな感じでいいんちゃう？じゃあ広島つながりで。広島つながりでいくわ。俺広島でパンツを2本買ってるんやけど、それをちょっと紹介していくわ。ああ、それもマノア。そう、これもマノアさんで買ったこれが USMC のフォーティースノッチのマリンコの方やな。アーミーじゃなくて、特徴としては肥沃になってる、ボタンが見えへんっていうのと、これバックポケットがないタイプですね。あるタイプとないタイプあるよな。あるな。なんか生地の色もちょっと濃いよな、マリンコの方が。俺結構このタイプ好きで、レンからも昔1本買わしてもらってて、マリンコのやつ。覚えてる。最近履いてへんから売ったろか。そうで俺めちゃくちゃ履くから。そうやな。でチノボロボロになりやすいやん。生地も薄いし、だから俺ちょっと2本ぐらいをゆっくり履いていきたいなと思って。でこれ状態もすごい良くて、状態とサイズが良かったからいい機会やなと。あんま見つからへんしな USMC の方。ないな。というので買わせていただきました。ちょっと変わったの好きな人とか好きよな。マニアックなミリタリーの、まあ見た目はな
シンプルなチノなんやけど、それこそ最近俺よくチノ履いてるわ。うまいな。今日もチノ履いてんもんな。なんかもう最近結局ズドンタイプもいいけど、俺はちょっとテーパード効いてる60年代ぐらいのやつがいいなと思って。ああ、確かにな。けどサイズがオリジナルで302級とかのやつを探してるというか履いてるな。俺は結構このフォーティースのストレートのズドンタイプのやつが好きやから、をまあ折ったりちょんちょんで履いたり、折らずにっていう履き方が好きやな。昔はなんか古いのがめっちゃ好きやったけど、それこそ学生の時とか M43 かな、ガスフラップついたやつ、あれを気に入ってなんかケツ破れるまで履いてたけど、最近逆にっていうか、シルエットで見た時こっちの方が履きやすいなと思って俺よく履いてんね、ああ、なるほどね。レンのスタイルにはまるみたいな。なんか服としてかっこいいんちゃうかな。値段も安いしちょっといいなと思ってよく履いてるな。なんか古いのがいいっていう概念がどんどん変わってきた。その年代ならではの良さがそれぞれの服にあるみたいな。そうそう、ディテールとかパーツ一つとってもかっこいいけど、新しいっつっても60年代ぐらいかのその魅力のポイントもあるなみたいな。だから使い分けたいなみたいな感じで。そうやな、間違いないですね。でもう一本はこれですね。あ、そうやな。それもアメリカ買い付けとかでよく履いてたくない？そうリードさんで買わしてもらったパタゴニアのスタンドアップパンツ。これ90年代後半ぐらいのやつなんですけど、なんかパタゴニアが出してるダブルニーのパンツ、ダック地でこれよく履いてるな。なんか初めてリードさんで履かしてもらった時に結構なんかカーハードとかズドンって太いちょっとやぼったい感じのシルエットやんか。でこっちのパタゴニアのやつはちょっと気持ちテーパードかかってんねんな。でなんか履いた時のシルエットがすごいかっこよかったんで、前から気になってたっていうのもあって買わしていただきました。よく履いてるね。そうやな。なんか履きやすい、柔らかくてダックやなんやけど生地も柔らかくて、でなんかディテールも変わった作りしてて、このバックポケットの作りとかが面白くて。けどシンプルやから履きやすい、合わせやすい。合わせやすい、色味もね。でこれでちょっとスタンドアップパンツにはまって、もう一本ちょっとネットで探して、80年代のやつも買ってみてんな。こっち80年代のやつはこのトップボタンがパタゴニアの P のボタンになったりとか、若干の仕様が変わってるっていうのに気づいて、こういろいろ探してたら、あと大きい違いとしてこの生地、生地が全然違うねんか。ちょっとこっちの方が粗いな。そう、ごわっとしてんねん。でそれもなんかカタログとか見て調べてたら、そのオーガニックコットンが使われるパンツなんやけど、それが96年とかにオーガニックコットンに変わるらしいんよ。でそのオーガニックコットンになる前のコットンを使ってる時はこういう硬い生地なんやって。オーガニックコットンになるとどうなる？なんかな、漂白とかなんかそういう工程で薬剤があんま使われへんかったりするから、コットンが柔らかいやつになるらしい。パタゴニアのこのパンツの場合は。オーガニックコットンじゃないコットンって何なの？農薬が使われてるか使われてへんかとかそういう感じだった気がする。コットンって無農薬野菜みたいな。そうなんかイメージはわかるけどさ、どういうもんなんかってなわからんよな。結構履いてみたら俺結構こっちの生地感も好きで。どっちがよく履いてる？こっちの方がよく履いてるかな。あ、そうなんや。今最近はどうやろ。でもなんかサイズが全然違うねんか。これ結構デカめやねんか。だからなんかパンツ綺麗に履きたいときは90年代の方履いてて、ちょっと太めの感じで合わせたいときはこっち履いてる。使い分けてる。そう。こっちもなんか同じモデルで年代違いで買ってみて、なんかこういうディテールの違いとか知れたから結構面白かったなと思いました。パタゴニアです。じゃあどんどんいっていきますか。次はじゃあレンにお返しします。何にしよっかな。
もう10分経ってるっていうのは早いな。じゃあちょっと次は思い出も含めてこれかな。おお。動画でも上げさせてもらってたんですけど、結構今年の大きい買い物の一つになったベルスタッフのジャケット、赤ベルか。赤ベルやな。トライアルマスターやった。トライアルマスター。かっこいい。赤ベルって言われてるやつですね。60年代ぐらいのベルスタッフ。これはあれですね、山岸さんのブリティッシュワックスジャケットマーケットさんのポップアップを熊本でやらせてもらったんですけど、その時にレンやったらこれちゃん赤ちゃうやっぱりっつってそれで山岸さんに勧めてもらって買った思い出の一着ですね。ちょっともう一回見せようかな。これマジでかっこいいよな。これさっきも着てたやけどやっぱり着たくなるジャケットですね。思い出も込みで。思い出も込みで。中の裏地とかも色も最高にかっこいい。確かにな。生地もなんか古い生地の雰囲気あってな。捉えられました。赤ベル。これ結構思い出も全部好きなのも含めて、いい一着やったっすね。2月に山岸さん来た時熊本でめっちゃ遊んだもんね。山岸さんと。あ、そうやな。懐かしいな。なんか近くでさ、川辺でやってる飲みの市みたいなとこ行ったりさ、して、でなんか3人で、あれはもうポップアップ終わりやったんかな。いや、あれ打ち合わせの時打ち合わせの時か。ポップアップ前の打ち合わせか。そう、ポップアップ前に打ち合わせで、山岸さん一回来てくれて、そうやそうや。で動画制作して、ほんでその間に作って1ヶ月後ぐらいにポップアップみたいな感じだったのか。でその時にちょうど事務所が川辺にあるんやけど、そこで飲みの市みたいなやってたんか。やってた。で山岸さんが掛け軸をいやこれいいねあれな、いいよね。山岸さんがその和室に住んでるっていうな、っていうのもあって掛け軸を、しかも結構ないい値段のいい値段の掛け軸いい掛け軸を買ってたよ。ほんまに買うんやと思ってマジかと思って。よかったけどな。一瞬事務所に飾ってあったもんな、掛け軸を。山岸さんが帰るまで面白かった。その時シュートも買ってたよな。俺も買った。俺は山岸さんのポップアップで買ったのは、結局思い返したらポップアップ行った時に買い物するか来てもらった時に買い物するかが多いな。そうやな。確かにな。僕が買ったのはこちらですね。俺のもう60年代ぐらいかなのゲームフェアの裏地なしっていうちょっと珍しい変わったモデルですね。古いバブバーってなかなかないんやけど、なんかボタンの大きさが違ったりとか、ちょっと大きかったりとか、あとなんかジッパーも古いライトニングジッパーついてたりとか、ここなんやけど、かっこいいよな。そう、細かいパーツがかっこいいねんな、めっちゃ。古いもんってパーツがかっこいいよな。そうやねんな。なんか魅力的よな。パーツ細かいところとってかっこいい。で俺はなんかバブアーを着るってなった時に、なんかミドル丈とかもいいんやけどロング結構似合うなって思って、で山岸さんにおすすめしてもらったのもあってこちらを購入させていただきました。結局2人とも山岸さんの術中にはまってるよ、はまってんなだって1月に打ち合わせで来てくれた時もバブアーいっぱい見せてもらって、でも1から10まで教えてもらって、で当日その10倍ぐらいの量のバブアー持ってきてくれてさ、でそこからまた丁寧に教えてくれたりとか、ずっとバブアー見てたら欲しくなるようですね。でまあ悩んで選んだ一着ですね。だいぶ考えたよな。だいぶ考えた。俺も結構トランスポートか、このベルスタッフか、何やったっけ、スリークォータージャケット、あ、スリークォーターも良かったの3点ぐらいで悩んでて、結局赤のオイルでやばいよって言われてあ、確かにそれにかっこいいな、赤好きやしでこれにした。服には思い出が乗っかるからいい。そうやな。楽しかったよな。
なんか久しぶりにさ、こうやってクローゼットから引っ張り出して持ってきたけどさ、やっぱなんかこう一着一着、あ、こんな時に買ったなみたいな思い出なんかあるよな。結構思い出あるな。結構知り合いの店で買ってることが多い。撮影させてもらった時とか、知り合いがオープンしちゃった。ちょっとそれつながりでいこうかな。時系列順には難しいな。そうやな。それこそこれ前の大阪動画でもアップしたんですけど、ブレントの 50s くらいのシャツなんですけど、ステッチで柄が入ってていいな。結構着てるっすね。これ結構着てるよな。あれこれは、大阪のヴィンテージショップハハハっていう、バラエティショップハハハっていうタクムっていう友達がやってるショップで買わせてもらったシャツなんですけど、いいシャツです。ブレントの 50s くらいとか、その時のちょっと時系列を混ぜると、ちょっとこれも最近になっちゃうんだけど、これもラギっていう友達、大阪の友達の、ドゥービードゥっていう古着屋で買わせてもらったチャンピオンの 80s の USMA。いいね。なんかシンプルやけど、これの状態いいやつずっと探してて、まあなんかいいタイミングやなと思って買いました。いいですね。普通にいいよな。状態がむちゃくちゃいい。な、状態いいな。めっちゃ。ふかふか。ちなみにこれは、ラギのところのスタッフのカズトっていう子が、グアテマラかどっかをディグってる時に、あ、これがそれなんや。見つけてました。なんかやば。リバースあったっすよって言って見つけたのが USMA や。やば。やばいな。っていう一着ですね。カズトがそれこそ世界中を旅してた時に、買い付けとかもやってたんやな。見つけたって言ってたな。すごい。うわ、それはいいな。結構服には思い出が乗っかってる。乗っかってんな。俺もじゃあラギのとこのラギのお店で買わしてもらって。超最近じゃん。超最近やな。先週ぐらい。こちらですね、 T シャツなんですけど、90年代ぐらいのサンディ・スコグランドっていう写真家の作品がプリントされた T シャツですね。ロマンチック接客やったよな。ロマンチック接客やった。このラギの目線結構いつも面白いんやけど、今回この T シャツでラギが言ってたのも面白くて、そのアート系とかこういうフォト系のやつで黒ベースのやつってあんまないよなみたいな話をしてたよな。ほんで、俺めっちゃ黒ベースのアート T とか好きなんよなって言って、なんでって聞いたらさ、なんかこのスクリーンに絵が映ってるような感じに見えるって言ってて、それがすごいなんかこう面白い目線やなというか、なんかラギ独特の目線のように感じて、すごい。これをもともと知ってたんですか、ブランド。これはもともと知ってて、なんか金魚のやつとかも有名やねんか。金魚バージョンみたいな3パターンあって、オレンジのキツネがいっぱいいるやつと、なんか青っぽい金魚がいっぱいいるやつがあんねんけど、なんかこれはちょっと珍しいみたいな話をしてた。最近シュート T シャツハマってる。そう、T シャツハマってて、でなんかこの夏いい T シャツを何着か、まあいい T シャツとなんか自分が好きなラインの T シャツディグリ中。そう T シャツを自分でも10着ぐらい欲しいなと思ってて、で T シャツなんか刺さるやつないかなと思ってたら、ラギの店に置いてあったやつです。ラギも T シャツ詳しい。ラギめっちゃ詳しい。ほんでな、そのラギと喋ってて、ラギが T シャツ詳しいのが腑に落ちたのがあったんやけど、そのラギもともとエピックで働いてて、でエピックのオーナーさんはピグスティもともとバイヤーしてはったりとか、ピグスティ T シャツ大阪やったら強いお店やんか。だからなんかこうつながったというか、だからラギは T シャツ結構かなり詳しいんだなみたいな。確かにそうっていうのもつながって、なんか面白かった。結局 T シャツのジャンル的に言うと何が好きなの？
俺はなんか最近気になってるやつとかをジャンル分けしてみたんやけど、なんかこういうフォトアート系とか、アート系、ポップアートとか、で色味にこういう蛍光色やったりとか、パステルカラーとかが入ってるやつが好きやなって思った。だからエッシャーとかもアート系なんやけど、なんか俺の雰囲気に合うかって言われたらなんか自分的にそうって思うてるって感じかな。なんか多いのが動物入ってるパターン多いよな。あ、確かにな。俺動物入ってんのシンプルに動物好きなんやろうなと思ってそれもあるかもしれない。確かに動物入ってんの好きやな。俺動物入ってたらあんま買えへんもんね、逆に。ああ、俺逆に買っちゃうな。なんか好きよな。昔から動物ティーみたいなのよく買う。よく買うな。確かにそれはあんまり気づいてなかったわ。今回の買い付けでも動物ティーむっちゃ買ってた。猫とか犬とか豚とか。動物好きよな。生き物入ってるやつ好きやな。俺生き物入っててあんま買えへんもんな。ああ、確かに。レンが買う生き物といえばブルドッグ、ドラゴンとか。ドラゴン入ってるやつって何だ？ないか。スカジャン。ブルドッグ、トラ、ドラゴンみたいな。ブルドッグぐらいな。なんか普通の服で買うのと。じゃあどんどん行きましょうかね。行ってください。じゃあちょっと変化球のハンティングのウールスウェット。これは5、60年代ぐらいなんかな。ゴーキーっていうブランドの5、60年代ぐらいのスウェットなんですけど、ハンティングのスウェットで素材がウールやねんな。おしゃれやな、これめっちゃ。で胸にジッパーのポケットがついてて、これ多分銃とかのために補強としてレザーが肩についてるっていう。シューティングジャケットについてるやつみたいな感じか。そう。ハンティングでスウェットってスウェットがもともと好きやん。ほんでハンティングスウェットって面白いなって結構地味に探してたんやけど、サイズでかいやつとかもないし、そのレザーの状態がいいとかウールの状態がいいとかってなかなか条件揃うやつがなくて。確かに難しそうやなこれ。ほんで VCM の時に見つけて、間抜けて買いに行ったのかっていう一着ですね。いいっすね。かっこいいなこれ。即決やった。むちゃくちゃかっこいい。スウェットが好きやから、結構着やすいかなっていう一着ですね。ウールやからウールとレザーの使い方とか色味とかもクラシックな感じするしな。そうやな。おしゃれよな。これは結構嬉しかったな。いい一着や。定番やけど定番ではないんかな。スウェットっていう定番な形やけど、ウールとレザーでちょっと上品に着れるみたいな。大人になっても着れる一着かな。最近派手なん特に着れへんなってたやん。そうやな。で地味やけどいい素材やったりいいディテールやったりみたいな、いい色やったりみたいな、やっぱ最近好きでよく買うかな。レンっぽいな。レンっぽいわ。アメリカで見つけれたことないな。そうやな。なんかアメリカで出たらボロボロになって出てきそうやな。めっちゃ。どこやったっけな。セントポール。どこなん？ミネソタとかなんかな。ミネソタか右東の方かな。なんかゴーキー自体は東でたまに見るかな。ゴーキー自体見いひんけどなんか東のイメージはあるよね。多分東やったような気がします。かな。全部サクッとになってるけど。じゃあ俺セーターつながりでセーター行こうかね。それも最近買ったやつ。これも最近買ったやつ。こちらは、パタゴニアのセーターなんですけど、結構これが珍しいモデルよな。そのモデル名が何だっけな、スノーバーグセーターっていうのがあって、それはレディースなんですけど、それとめっちゃデザインは似てるから、まあそのモデル名が合ってるかどうかは分かんないんですけど、スノーバーグセーターなんかなみたいな
感じのモデルです。2001年のやつやな。古くはないんやけどデザインがすごいかっこよくて、これは大阪のパスギャラリーさんっていう、玉造に最近できた1週間ぐらい前よな。そうやな、買ったのは玉造にできたカフェ兼ギャラリーみたいなんで、古着とかも置いてる新しい店よな、新しい店形として、でその古着とかをセレクトして置いてるのが、オンラインストアでやってるサムシングハプンスさんがセレクトして置いてるタイミングで買わせてもらったんですけど、その前々からオンラインでずっとサムシングさんは見てて、シュートの一番好きな店じゃん。そうほんまにもうインスタとかブログちゃうノートとかオンラインストアとか見てるだけでももう楽しくなってくるぐらい、ほぼ毎日見てるぐらい好きなショップで、いつか買い物したいなって思いつつなかなかできてなかったんやけど、今回その直接お店行って服見たり着たりできる機会があったんで、ちょうどいいセーターがあったんで、全然季節は違うけど買わしてもらいました。俺も、去年にグリーンのニュースペーパーバッグ買わしてもらったのがサムシングやな。オンラインで結構速乾やな。そうやな。速乾するの。シュートが一番影響を受けてる古着屋さんちゃうやな。なんか一点物のセレクトやったりとか T シャツのセレクトとかもめっちゃ好きやな。そのちょっとサムシングつながりでもいく言っちゃって、もう一着 T シャツも買わしてもらったんですけど、これはね、これは風と共に去りぬっていう、1930年代ぐらいの映画のなんか主人公っていうか、出てたヒロインのスカーレットさん、スカーレットって書いてる、っていうキャラクターらしい。アニメ？いやいや実写映画。そっか、アニメがないんあるんかな。いや分からんけど、それは実写映画やった。でまあ俺はそれを全く知らんと、もうこの配色とデザインなんかちょっとアンディ・ウォーホルっぽい感じのデザインと、このピンクとか緑やったり紫やったりっていう、なんか俺の好きな配色やったから、パステルカラーが、そうでいいなと思って買ったら、なんか教えてくれましたね。これこの前さ、熊本に両親が来てたんやけど、その時に来てたらお母さんにその人知ってるわみたいな言われて、だから昔は結構有名な映画やったんかもしれない。なんか書いてんな。映画の配給会社とかが作ってたんかな。なんなのかな。エンターテインメント、ターナーエンターテインメントっていうコピーライトが入ってるからなんかな。1991年。いい T シャツ。なんかこれは着てみて思ったんやけど、ポップなカラーリングなんやけど、なんかこのキャラクターのタッチがちょっと劇画風というか、だから着た時に子供っぽくなりすぎひんからいいなと思って、なんかこういう T シャツを探したいなと思いました。 T シャツもいろいろあるもんな。そうやな。なんか俺は最近思うんやけど、 T シャツが一番こうやって面で見た時と着た時の雰囲気が変わるような気がする。俺的にな。そうなの。なんかいろいろこう合わせてみて、確かに服そもそも着てみな分からんしな。っていうのをすごい知りましたね。あれはいかんでいい。ついに大阪つながりで。大阪つながりで T シャツ言っとくわ。ラスト T シャツ。これは、90年代ぐらいのグアテマラの T シャツなんですけど、これちょっと動画じゃ分かりにくいかもしれないですけど、刺繍なんですよね、全部。ハンドステッチやな。ハンドステッチ。なんか90年代のグアテマラのお土産で使われてた、お土産で、アメリカに持って帰ったりとかしてたような T シャツで、これも大阪のヴィンテージ大好きな先輩と一緒にお買い物をする機会があって、でその時に一緒に古着屋回ってておすすめしてもらった一着ですね。シュート君好きそうみたいな。シュート君これいいんじゃない？ピグスティさんで買わせてもらったんですけど、名店、大阪の名店ピグスティで、なんか最初は遠目で見て全然気になってなかったんやけど、近くで見たら刺繍やって、
でなんかこの柄の感じとかも色の使い方とかもすごいポップで好きやったんで。これ逆に勧められてたら、勧められてへんかったら買ってた？いやー分からんな。なんか俺結構これを買う決め手になったのが、全然別にそのなんていうんやろ、主流じゃないやん、メジャーな T シャツじゃないんやけど、このグアテマラティの中でもレアとかレアじゃないとかっていうのがあるらしくて、でその何パターンかあんねんって、ちっちゃい動物がこう並んでたりとか、でこういうパターンもあったりとかで、宇宙の柄があったりとか、刺繍でっていうなんかそのコレクター的要素とかがあるよっていうのも教えてもらって、なんかそれでグアテマラって面白いな、それが結構きっかけやった気がする。集めたいな。そう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 。でこれはなんかこのグアテマラにいる動物たちが刺繍されてると思うんですけど、ヒョウとか猿とかがいるのが珍しいらしいです。単純に着た時になんかこう横に広がるこう大きいプリントやから、なんかこう着た時のバランスが良くてかっこよかった。でサイズも良かった。アメリカで見つかるのかな。どうなんやろな。グアテマラの近くあたりの方がデザインする。どうなんやろな。これを買い付けるためだけに行くのもな。あったら欲しい。あったら欲しい。そうやな。頭の片隅に入れて。じゃあ T シャツつながりでいこうかな。残りそんな多くないけど。はいはい。これですね。最近買った中で一番嬉しかった。これ60年代のボーダーの T シャツなんですけど、俺あんまり派手な色着れへんやん。でその中でも、古いから染色とか、そのボディの色とかが派手やけどちょっとクラシックな感じして着れるなと思った一着で。フットボーダーっていうのもな、なんかクラシック感あるしな。いや新しいフットボーダーはあんまり着れへんねんな。色の入り方とかがポップになっちゃう。発色が良くなりすぎるみたいな。発色が良くなってちょっとファッションとしてスタイリングを落とし込んだ時にちょっとチープになっちゃうねんな。だからあんまり着らんようにしてるんやけど、これは派手な色でも珍しく着れるようなボーダーティーですね。これめっちゃ気に入ってるよな。気に入ってるな。ディテールとして面白いのが、T シャツでは珍しくてラグランになってて、ちょっと半袖スウェットっぽさもある、そのリブがついてるな、ここに。ほんまやな。とかも含めて自分のスタイルに落とし込めるかなと思って買った一着です。ちなみにこれは名古屋のみつるさんで買わせてもらいました。名店ですね、名古屋の。行きたいな。みつるさんつながりでもう一本あるんじゃん。そうやな。みつるさんで、これはまた時期は別なんですけど、みつるさんで買わせてもらったコットンのトラウザーですかね。これもおしゃれ。サーティースぐらいのコットントラウザーになるかな。後ろにアジャスターがついてて、コットンっていうのが珍しいんですよね。これかっこいいよな、めっちゃ。いい服ですね。いい服。ちょっとテーパードかかってて、履きやすいですね。みつるさんでは行ったら絶対欲しいもんあるから、いつもなんか買ってるような気がするよね。そうやな。行きたいな。行きたいな。名古屋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 といえば。首都から名古屋といえばや。今年の初売りにして、俺は最大の買い物。人生最大の買い物。人生最大の買い物やな。アバクロのクレイジーパターンのハンティングジャケットですね。これも一回ラジオで紹介はしてるんかな。確かに。けどやっぱ久しぶりに見たけど、
久しぶりに見たというか久しぶりにクローゼットから出したけど、めっちゃかっこいいなこれやっぱり。状態もむちゃくちゃいいよな。めっちゃいい。サイズも良かったし、これはほんまになんか自分の古着人生のターニングポイントになる一着やったなって思うな。これはすごい。これも名古屋の過渡期や。俺の過渡期。名古屋の、これは名古屋のアンウェーブさんの初売りで買わせていただきました。いいジャケット。いいジャケットやな。これもな、すごい思い入れが詰まっててな。そやな。めっちゃ並んで。頑張って並んで買った一着やから、そういう思い入れも込みで。手放すんかな、いつか。いや、手放さへん、これは。手放されへん。手放されへんわ、これは。手放されへん。これはすごい。早く来たいな。早く秋になってほしいな。だいぶこれ動画でお披露目してるよな。お披露目してんな。その後ぐらいの動画でずっと来てるような気がする。で、一旦今は季節があれなんでお休みなんですけど、今年の秋はこのジャケットをちょっと大人らしくクラシックな感じで落とし込みたいなと難しいよな考えてます。結構ポップなジャケットやん、ものとして。これをかっこよく着たいなって。ポップなんかな。形はポップじゃないか。どうなのな。見た目がポップじゃない、結構配色。ポップっていうか、俺は持っていかれるイメージやな。服に。確かに。なんか使ってる色とか見たら別にさ、そうやな。私はポップじゃないような気がするねんな。ブランドもさ、アバクロとかさ、ウイルスとかが作ってるしさ、ポップ系のアイテムじゃないけど、物に持ってかれるイメージかな、俺の中では。だから、ポップ系のアイテムの方がまだ合わせやすいんかなと思うな。物に持ってかれるアイテムって結構難易度高いような気がする。調理方法が難しい一着やな。そう。これをかっこよく着てる人になりたいな。ショーパンとかなるな。それこそ映画でショーパンで入ってて、着てたな。あれかっこいい。いいまとめ方なんかな。デニムにそれとかやったらこれ着てる人になる。そうやな。難易度、調理方法が難しい。これは難しい。考えさせられる一着やな、ほんまに。ちょっと他でトリッキーなことをしないと、バランスが全体の誰が着てもそのパターンになるような気がする。個性を、なんていうの、こいつが強いから逆に個性を出しにくい一着なような気がする。けどそれで個性出してたらかっこいいんやろうな。そうやな。難しい一着やな。ちょっと秋まで悩むわ。どんな格好するか。悩みすぎて着られへんかったらどうしよう。今年の秋冬。けど着るんやったらかっこよく着たい一着やな。そうやな。大事に着たいと思います、これは。いいな。気に入ってるんや。めっちゃ気に入ってる。めちゃめちゃ気に入ってる。かっこいいわ。どうやって着るか難しいよな。難しいな。じゃあそのつながりで、俺はもうラストかな。このパラカジャケットですね。僕もこれ初売りで買わせてもらった一着です。これもうまく合わせたいなと思うけど、なかなかシンプルになってしまいがちやな。定番で合わせてしまいがちやから、ちょっとうまくかっこよく着たいなと思います。なるほど。これは、シュートがレインボーレイク買った時と一緒に買ったパラカジャケット、パラカシャツか、ユニオンサプライカンパニーっていうハワイのワークウェアなんですけど、まあ超レアで頑張って買いに行きました。俺も人生で一番高かった買い物かな。これはほんまにやばいよな。かっこいい。シンプルにかっこいい服として。それこそこの間古着屋の人と話してて、なんか服好きな人って、最近の若い子ってなんか、人気出るところに飛びつくイメージがあるみたいな。けど古着屋の人と話したんやけど、ほんまに服好きな人って、
その人と俺の中の喧嘩やけど、なんてやろう、あんまり人目につかへんようないい服を着たいみたいなところがあるくらい。シュートとまた考え方は別やけど、でも分かる。その人と何それぐらいのかっこいいアイテムを着たいみたいな話をしてて、まあリーバイスのファーストとか当然めちゃくちゃ着たらかっこいいんやけど、ちょっと着るのこっぱずかしさあるよなみたいなって話で、その中でもいいジャケットで珍しいけど、あんまり知ってる人おらんっていうのも、このパラカ買った理由の一つかな。確かになんかファーストとかってちょっと俺は恥ずかしくてあんま着られへんねんな。けどこれやったら結構人目を気にせず着れるから、それもあって結構着てるっすね。着てるやろ感はないもんなこれ。そうやねんな。そこがいいよな。それをそうやな、着てるやろ感がないけどいい服みたいなのが俺好きなんやろうなって、なんてやろう、改めて思った感じさせてくれた一着かな。俺って世間注目してるやつが別に好きってわけじゃないんやみたいな。今多くないやっぱり。そうやな。だからさ、上がるやつはめっちゃ上がるしさ、人気ないやつはずっとなかったりさ、ほんでさ、何かメディアにポンって出たらさ、すごいまたみんな集中してさ、それがグワーって上がって、俺は逆に誰も着てへん服を着たいもんな。で、何って言われたよな、服好きな人から、っていう一着ですね。でした。まだ何着かあるんちゃう？まだ何着かあるな。ちょっとだけ紹介しようかな。これかっこいいよね。これかっこいい、めっちゃ。これも名古屋のアンウェーブさんで、その初売りの時に一緒に買った一着なんですけど、これがついでになってたらいい服なんやけど、なんかついでみたいな感じでな。ちょうどそれもさ、入荷終わって、入荷オープンして、でその時にバババってパラカとかレインボーレイクとか買って、でもう一回行こうかってなったんか。一回こう出て気持ちも落ち着けて、で店内もちょっとな混雑してたからゆっくり服見られへんかったから、けどいい服いっぱい入ってるってことでもう一回戻って行こうか。でそのタイミングでちょうどこれが出ててんな。そう今出したよって。そんな今出したよにさ弱いよな今出したよってやっぱ強いワード。強いワード。そんなん言われたら気になってまうし、これめっちゃジャガードよな。ジャガード。なんかその喋ってたら50年代ぐらいなんかなこれは、そのレーヨンがちょっと入ってるからこういう光沢のある感じになるみたいなっていうのとかも話してたよな。かっこいい。めっちゃかっこいい。状態もめちゃくちゃいいし。柄もかっこよくて、これもお気に入りの一着ですね。これ今日まだ着てないんじゃん。いや、その2月ぐらいの1月の東京で俺がユーミンのイベントに出させてもらった時とかに着てた。いい服。これも早く着たいな。ニット系早く着たいな。かっこいいよ。かっこいい。そのさっき言った1月のユーミンのイベントのタイミングで東京に行ってたんですけど、その時に買ったパンツ。めっちゃ開いてた。クリエイティブなパンツや。クリエイティブなパンツやね。これは東京のマダラさん、マダラヴィンテージさんっていうお店で買わせていただいた、60年代ぐらいのバッドダイのデニム、モンゴメリーワード製かなですねのめちゃくちゃリペアがされてる雰囲気系のデニムです。これよく履いてるよな。これ結構気に入って履いてんな。なんかこのステッチの感じ、なんか手縫いで直されてる雰囲気とか、あとこのバッドダイヤのにめちゃくちゃ色落ちしてる雰囲気とかが、このボロい雰囲気がすごい好きで、てか今の気分でよく履いてるな。俺シャツも好きでシャツとかもよく着るから、そういう綺麗なシャツとかと合わせてこういう雰囲気系のパンツ履きたいなって時とか、T シャツの時とかも結構着るな。革靴と合わせたりとか。合わせやすいんやろな。インパクトあるけどちょっと地味アイテムやから。ほんまにそんな感じやと思うな。
困ったらこれ取っちゃうみたいな。そうあるよなっていうサイズも履きやすいし、これはすごい気に入ってよく履いてる一着です。よく履いてるよな。うん、これは嬉しかったな。ともう一つが、これが90年代ぐらいかなのパッチワークのパンツですね。古いともうちょっと太畝になる。細畝細畝になる。細畝になってブロックの方のパッチワークに、がよく見るかな、70年代は。確かに確かに。ものとしては、まあ、割と状態は良くて。これはあれやな、これも動画で FJ さんのと一緒に動画撮らせてもらった時に、確かに確かにスタイル2023で買わせてもらいました。初パッチワークパンツ。そうやな。いや、俺の私物では初パッチワークパンツや。買い付けても全部売ってたよな。うん。だから初パッチワークパンツで、しかも色が初売れで買ったアバクロと全く一緒の配色やねんな。赤と緑とみたいな。黒はないけど同じような。そうそう、ベージュとっていうのもあって買いました。合わせできるかどうかわからんけど、まあ、なんかこうなんか縁を感じて買った。これは押さえといた方がいいかな。そうっていうパンツ。っていうパンツですね。こんぐらいになるんかな。こんぐらいですね。俺も。じゃあ上半期の以上です。以上です。上半期の、購入品紹介は以上です。はい。下半期もしたいかな。そうやな。今年のベストバイじゃなくて下半期のベストバイでもいいよな。そうやな。なんかまあとりあえず、購入品は定期的に紹介できたらなと思います。上半期いい買い物させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。下半期も、いい買い物できるようによろしくお願いします。よろしくお願いします。願ってます。願ってます。よろしくお願いします。じゃあ今回の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。